今回の動画はイラストレーターの森千佳さんに描いていただいたイラストをライブ 2D キュビズムで動かすまでのメイキング映像です。立ち絵モデルとはまた違った一枚絵ならではの制作ポイントも紹介していくので、ライブ 2D で動くイラストを作ってみたい方はぜひ最後までご覧ください。まずは紙から調整を始めます。紙はまとまって動いていると硬い印象になってしまいそうなので、毛束ごとに分けておきます。毛束ごとに分けて動きをつけるのは少し手間になりますが、その分柔らかな揺れに仕上がります。素材分けに使用するブラシは原画のテイストに合ったものを使用するようにしましょう。今回は温かみのあるペタペタとした質感を再現するようなブラシを使用しています。素材分けや書き足しを行った部分の質感が明らかに異なってしまうと、モデリングで動かした際に目立ってしまうので、どこが書き足した部分か気づかれないようにテイストを合わせて素材分けを行っていきます。次に顔の回転デフォーマーを作成します。頭を傾けるときに使用するデフォーマーなので、位置は顎先ではなくうなじ側に配置しましょう。位置によっては顔を傾ける時の動きが不自然になってしまうので、実際に回転デフォーマーを傾けてみながら自然な位置を探ります。位置が決まったら角度を調整します。今回画面に対して顔が少し斜め下を向いているので、このままだと角度 XY の動きが少しつけづらい状態です。またこのままデフォーマーを作ると、デフォーマーの角度と中のオブジェクトの角度が合っていない状態になってしまうので、回転デフォーマーの角度を調整することでそれを回避します。回転デフォーマーはコントロールを押しながらハンドルを傾けることで角度を調整できます。親デフォーマーに角度がついているため、垂直になる角度が分かりづらくなってしまっているので、先に基準角度を設定して、デフォーマーが垂直になっている時に0度になるようにしておきます。まずは輪郭と鼻以外を非表示にして形を作っていきます。輪郭の大まかな変形はデフォーマーで作成するのですが、変形が大きいため輪郭のデフォーマーも変換の分割数を上げて変形をつけます。輪郭に大まかな変形がつけられたら目を表示して変形していきます。今回顔の可動域が大きく、目全体の移動も大きいため、目安にするために早めに表示して変形をつけています。奥の目は横を向いた際に見えなくなるので、鼻の塗りの素材で隠していきます。鼻の塗りの素材には輪郭を複製してクリッピングさせています。大まかな変形がつけられたら徐々にパーツを表示して形状を詰めていきます。動きをつけないパラメーターは一旦シャイで非表示にしておきます。必要なパラメーターだけを表示しておくことにより、動きをつけたいパラメーターが見つけやすくなるので、モーションを作る際は活用してみてください。ドープシートでざっと動きがつけられたら、さらにグラフエディターでも動きを調整します。グラフエディターは活用することで動きを視覚的に確認できるほか、カーブをベジェ化することで動きに緩急をつけることができます。カーブのベジェはドラッグやハンドルで編集することが可能です。今回は物理演算は使用せず、手付けで動きをつけています。揺れ物は体の動きに付随して動くものなので、基本的に体の動きから少し遅れて動くようにすると自然な揺れに仕上がります。また現時点では1段目の揺れも2段目の揺れも同じタイミングにキーフレームを打っていますが、2段目のキーフレームは後ほどタイミングを調整します。